どうも皆さんこんにちは。今日はこちらニコンの新作レンズで ZMC105mm F2.8VRS です。接続したボディは前回に引き続き Z7-2 です。今日のメインは BTSビハインド・ザ・シーンということで、このレンズを使って数パターンのセッティングで撮影をしてみたので、その撮影の様子をご覧いただこうと思います。独り言をブツブツ言いながら撮影をしているっていうね、ゆるい BTS です。レンズの AF スピードとか被写体とどんな距離感で撮影をしているのかとか、それから状況によって写りにどんな差が出るのかとか、そこら辺をご覧いただけるかなと思います。撮影データもカメラモニター画面上に出ているので、その辺も合わせてご覧ください。それからその後レンズの性能テストみたいなのもやってみたので、その結果もご覧ください。それから最後にこの動画のサムネイルになっている目の写真、これを撮影したシーンを動画で撮ってあるので、それをねちょっと付録でつけておきます。よかったら最後までご覧ください。それでは撮影の様子ご覧ください。それでは今からこのお花を撮影していきます。とりあえずこの窓から入ってくる自然光だけを使って撮影をしてみます。で、この状況でこの動画を撮っていると私がねもう真っ暗になっちゃうんですよ。なのでちょっとねビデオライトを使ってるんですけど、このビデオライトはこちらのお花の方には影響しないように設置してあるのでね、これは自然光だけで撮ってる感じになってると思います。じゃあね撮影していきます。カメラの設定なんですけど、ISO オートにしてマニュアルにしてあります。ちょっと撮っていきます。ちょっと今 F4 ですね。これで撮ってみよう。ピントはこの真ん中のあたりか。これ。なんかもうちょっと絞った方がいいですよね。とりあえず8でいってみようかな。今度はこの花びらの方にピント合わせてみましょう。これで。それからこのこの距離で撮影しているので、この距離切り替えスイッチ、これね、近距離側にしてあります。ちょっと AF の感じも見てもらえるんじゃないかなと思います。ちょっとだいぶ暗い？マイクロ撮影ってなんかこのピントをどこに置くかっていうのすごく迷いますよね。花びらの端っこにピントを置いてみようかな。ここら辺。でちょっと離れて撮ってみます。この近距離って0.29 から 0.5 って書いてあるので、50センチまではこのスイッチは近距離側にしておいて大丈夫ですね。でもちょっと合いにくい。もう50センチ以上になってんのかな。フルに変えます。あ、これがもうピタッと合いますね。これぐらい離れるとピントすごい速いですね。やっぱ手持ちで撮影するとなるとちょっとねシャッタースピードもそうそうゆっくりにできないので、必然的に ISO ちょっと高くなっちゃうんですけれども、ちょっと画像をご覧いただいて実用範囲かどうかご覧ください。
では次はこの窓からの自然光のみで三脚を使って撮影していきます。三脚使えばシャッタースピード自由ですので、ISO もねぐっと下げて撮影することができますよね。ISO140 って今出てるんですけども、このままねシャッターを押していきます。でちょっと念のためブレるといけないのでセルフタイマーで撮影します。タイマーは2秒にしておきます。じゃあこのまま撮影します。ちょっと見てみましょうか。ピントの位置変えて撮影してみます。ちょっとねこう三脚に乗せちゃうと構図をね変えるのがめんどくさいですよね。その代わり、ISO 低めで撮れるということでこんな感じで花びらだけ撮ってみましょうか。これ ISO80 ってなってるけど80まではいらないかな。ということでシャッタースピードをもう少しこれぐらい8分の1、とりあえずこの辺にピントを設定しました。よいしょ。近距離でオートフォーカスでもすごく早くピント合っていきますね。こんな感じ見えてるかな。こんな感じ。もう少し離れてみようかな。じゃあちょっとこの辺りで撮ります。なんか ISO64 とかなってるね。もうちょっとシャッタースピード上げてもいいかも。これぐらいでいいかな。ちょっとねこの中央の部分が暗いですよね。これはなんかレフ板当てるとかなんかそういう感じでなんとなく明るくした方がいいんじゃないかなとは思います。では次は手持ちで、ストロボを使って撮影をしていきます。ちょっと使うストロボはニコンのじゃないんですけどちょっとね、2灯を使ってやっていきます。レフ板も使います。こんな感じ。なんか綺麗に撮れたら表紙にしようかなと思ってます。ちょっと見てみようか。うんちょっと右側もう少し明るくしてもいいかなぐらいな感じかな。もうちょっと奥のストロボをパワーアップしようかな。これぐらいかな。これでいいかなっていう感じですね。でこのレンズ使ってみた感想なんですけれども、まずこの距離切り替えスイッチ、これがねすごく便利だなと思いました。これ距離ごとにこまめに切り替えると AF のスピードが確実に上がるので頻繁に切り替えて使ってました。スイッチがついている位置も操作しやすい位置で使いやすかったです。でちょっとねこれ不思議な感覚なんですけど、このレンズ見た目よりも軽く感じます。重さは 630g って書いてあるので実際はそんなに軽いものでもないはずなんですけど、見た目でなんとなくこれぐらいの重量感かなと想像する重さってありますよね。持ってみると想像したものよりも軽いせいかなんか軽く感じてしまうっていうね不思議な感覚です。ホールドした時に手のひらに収まりのいいサイズ感でホールドしやすかったです。それから VR 手ブレ補正機能についてです。これに関してはマイクロ域以外での撮影の時は
シャッターを押す時にね、なんとなくVR 効いてるって感覚的にわかるんですよ。なので安心感があります。でマイクロ域での VR はどうかというと、今回のような最短撮影距離付近での撮影の場合、正直言って VR ねあんまり感じなかったです。ニコンのウェブサイト製品説明のところにも、手ぶれ補正機能は撮影距離が短くなるほど減少しますって書いてあるんですけど、その通りといった感じでした。屋外で手持ちでお花の撮影もしてみたんですけど、手ぶれ以外にも風っていう大敵がありますよね。なかなかビシッとピントが合う写真は撮りづらかったです。でこのレンズ、ナノクリスタルコートとアルネオコートっていうニコン独自の反射防止コーティングが施されていて、逆光耐性にも優れているとのことですので、ちょっと逆光テストしてみました。ライトを思いっきりレンズに向けるっていうかなり極端なテストで、ライトも結構強めに当てていたので意地悪なテストだったかなとは思います。これはフレアやゴーストが皆無になるっていうわけではなくて、だいぶ抑えられているっていうことだと思いました。それから金属系の撮影をしてみました。金属系、色収差が出やすい被写体ということで、レンズの性能が問われるとのことなんですけど、これね見てもらうと分かるように収差は見られないですね。あと玉ボケを作って撮ってみたんですけど、玉ボケの縁にも変な色は出てなくて綺麗です。私マイクロ撮影をするといつも思うんですけど、マイクロ撮影って細かい設定がすごく難しいです。手間がかかるイコール面倒くさいっていうことで、つい敬遠してしまいがちなジャンルなんですけど、今回このレンズを使わせていただいて、もちろん Z7-2 の性能とのコンビネーションだとは思うんですけど、その性能の良さに助けられた場面が結構ありました。やっぱり AF がビシバシ決まっていくっていうのはかなり撮影が楽になります。なんかマイクロ撮影めんどくさっていうのをね感じなかったです。今回私が行ったのはマイクロ域での物撮りだったんですけど、このレンズもちろん 105mm の単焦点レンズとして圧縮感を生かしたポートレート撮影レンズとしてもね活躍してくれます。ぜひ店頭で触ってみてください。それでは今日はここまでです。いいねボタンとチャンネル登録お願いします。告知とかはインスタグラムストーリーズでやっています。そちらもよかったらご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。じゃあちょっと撮影していきます。さすがにモニター見えないのは厳しいから外付けモニター使ってます。これねすごいピント合わせるのが難しくて、こうかな、ちょうどこのキャッチアイ、今このライトがキャッチアイになってるんだけど、キャッチアイにピントを合わせたいんだよね。なのでこれぐらいね、モニターがちょっと見づらいな、この隙間からしか見えないから。これぐらい、あらここかな、合いそう。いやここか、なかなか合わないな。このレンズの性能がどうのこうのとかそういう話じゃなくって、この微調整が難しい。自分の位置の微調整がここかな、これだな。一応目には黒目のところにはピント合ってるんだけど、黒目じゃなくてこのキャッチアイのところに合わせたいんだよね。そうするとなかなか合わない。なんか変な感じ、自分が動かなきゃいけないのにモニターを動かしちゃうんだよね、こうやって。こうかな、見えない、こっちじゃないよ。
ちょっとこんな感じで続けてきます。